下巻きを施した状態です。下巻きは I1 個分程度開けた位置から巻き始めて、フックシャンクの中央くらいの位置まで巻いています。そうしたら今度はスレッドを I 方向へ向かって巻き進めて、下巻きを施した範囲の中央から1、2回転 I 寄りの位置までスレッドを巻きます。僕はウイングを巻き止める位置の目安をこのように決めています。続いてウイングを巻き止めます。巻き止めるファイバーの量ですが、僕はどちらかといえばファイバーの量は抑えめにするのが好みです。このようにファイバーをゲープに当てて、ゲープより少し狭いくらい、それくらいの量にしています。これは好みの問題なので、もっと多くても良いと思います。ウイングの長さはだいたいフックシャンクと同じくらいの長さにしています。僕は最終的にハックルファイバーとほぼ同じか、ほんの少し長くなるようにしていますが、これも好みに応じて調整すると良いです。ウイングはフックシャンクの真上に乗るように意識しながら巻き止めています。ちなみに僕はウイングなしでタイイングすることもよくあります。超過にあまり影響はないと思っているためです。と身も蓋もないことを言ってしまいましたが、ウイングはあった方が断然かっこいいと思います。ウイングを巻き止めたら余りを斜めにカットします。どのフライパターンもそうですが、特にこのパターンはボディになるべく凹凸を作らないように心がけています。凹凸があるとこの後の工程でストリップとピーコッククイルを巻きつけた時に隙間ができてしまって、そこから壊れやすくなりますし、何よりも見た目が悪くなるためです。今ウイングをカットした部分をスレッドで巻いてなだらかにした状態です。続いてテールを巻き止めます。長さはフックシャンクの2倍程度を目安にしています。テールもウイングと同様にフックシャンクの真上に乗せるよう意識しながら巻き止めていきます。テールの余りをカットします。ここまでの工程でボディの下地ができていますが、テール側とウイング側でボディの太さに極端な差が出ないようにしつつ、ウイングをカットした位置に段差ができないようにして緩やかなテーパーがかかったような状態にしています。この時点で上から見るとこのような状態です。テールが広がっていますが、これは意図的に広げていて、最終的にもう少しまとまります。テールの巻き止めに関してはいつか動画にできたらなと思っています。ちなみにテール材であるハックルファイバーを巻き止める量なんですが、好みによってはもっと少なくても良いと思います。テールが少なくて長い方がなんだかおしゃれと言いますか、大人な感じがして好きなんですが、なんとなく浮力に不安を感じてしまうので、僕はこれくらいの量にしています。次にウイングを左右に分けます。この作業は真上からもしくは相側から見て行うのが良いと思います。なるべく左右均等になるように分けています。そうしたらスレッドでウイングを立ち上げます。この工程は別にアップしたこちらの動画と同じやり方で立ち上げています。スレッドワークはあまり多くならないようにして、しっかりと左右に分けながら立ち上げるようにしています。ウイングを立ち上げ終えたらストリップとピーコッククイルを巻き止めます。ピーコッククイルの浮流除去方法についても別の動画でアップしています。ストリップとピーコッククイルを巻き止めたら、内側に接着剤を塗りつつフックシャンクに巻きつけていきます。最初の1回転目で変な方向に力が入ってしまうとちぎれやすいので、この1回転目は慎重に巻きつけるようにしています。ここさえ失敗しなければ、あとはよほど力加減を間違えない限りちぎれることは少ないかなと思います。ちなみに内側に接着剤を塗ることはとても大切だと思っています。最終的にボディ全体を接着剤でコーティングしますが、それだけでなく内側に接着剤を塗ることで耐久性が大幅に上がると思います。ただし塗りすぎは厳禁です。接着剤が多すぎるとフックシャンクに巻きつけた際に余分な接着剤が表面に押し出され、そのまま硬化してしまってボディに凹凸ができる恐れがあるためです。
危ないところでした。ストリップとピーコッククイルをしっかりと巻き留めます。この時点でボディを接着剤でコーティングしてもいいんですが、僕は最後に行うことが多いです。作業がしやすいようにウイングを水で濡らします。ハックルを2枚巻き留めます。ここからの工程は別動画でアップしたハックリングの基礎動画と同じやり方です。途中でファイバーが乱れて不安になるかもしれませんが、なんとかなります。今1回目のハックリングを終えてハックルファイバーが相側に飛び出ていますが、これは2回目のハックリングを利用して立ち上げることができるのであまり気にしていません。こんな感じで相側に飛び出たファイバーを立ち上げています。ハックリングを終えて最初の絶望的なハックルの乱れっぷりから多少はマシになってきました。まだハックルファイバーに乱れがありますが、とりあえずウィップフィニッシュを行います。ウィップフィニッシュを行う際はファイバーを巻き込まないように注意しています。スレッドをカットして乱れたファイバーを整えていきます。ハックルプライヤーなどを利用して飛び出たファイバーを抜き取ったり、寝癖のようなファイバーを引っ張って向きを調整したり、あとは指で撫でつけたりして整えていきます。整え終えたらフィニッシュした箇所とボディに接着剤を塗ります。接着剤が乾いたら完成です。この映像はフロータントをしっかり施した状態を撮影したものです。フロータントの効果で浮力が高いうちはテールとフロントハックルで水面を捉えてボディは水面に触れていません。正直なところせっかく巻いたボディなので水面に触れさせて魚に見せたいという気持ちもあります。ですが実際には魚は水面スレスレを飛ぶ虫ですとか空中に浮かぶ虫にもライズするくらいなので、このような浮き方でもボディは意外と魚にしっかり見えているんだと思っています。もちろん何度もキャストを繰り返すうちに浮力が落ち、やがてボディも水面に接するようになります。どちらが良い悪いということはありませんが、同じフライでも浮き方の違いによって魚の反応が変わるのはとても面白いところだと思います。ご視聴ありがとうございました。